はい、チップス33です。基本的に今進めているラプラス変換シリーズでは、S 領域の電気回路を書いて解くというパターンで全部やってもらうのですが、そもそも微分方程式からフーリエ変換して、ラプラス変換して、S 領域にする方法はという質問が最近、電気回路系で久しぶりに出ましたので、ルークが答えてくれたのを説明したいと思います。ここに微分方程式があって、t 領域なんでラプラス変換して S 領域にすると。そうすると、ラプラス変換のこの公式みたいなのが残ってしまうというんで、このサブスティテュートのを使って、このやつを、例えばこれは今このコンデンサの両端の電圧を表すんですが、VC 括弧の S というふうにしてしまうと、S を変数とする関数になってしまうので、マステドの7から後ろでは、あくまでも変数名、引数を持たないやつにすると。そうすると、S の関数ができるので、その S の関数を、今のこの VC、求めたやつについて解いた後に逆ラプラス変換すると。それから初期値がもしあったら初期値を入れておくと。そうすると正しい答えになるよというもんでした。で、これがどんな回路かっていうのを電気回路分かりやすいように書くと、Q イコール CV だから C×V の微分。ということは Q' だからこれ電流ですね。電圧を R ド後の電流と、電圧を R ド後の電流というので、この式が言いたいのは何かというと、こいつです。電流圏があって、これが右辺なら右辺にあると。で、左辺のこれが、この電流とこの電流の和というふうにして、並列回路の電流源の電流と、こことここの電流を足すと0になるよという、まあそういう式です。で、この電流とこの電流は、それぞれオームの法則と微分を使ったの式で表されると。こうとこうと。で、結局、ビリーホフの第一法則を表すると。そこで、電流源と並列にある抵抗を、電圧源と直列にある抵抗に、電流源、電圧源変換してやって、簡単ですね。これとこれかけたやつがこれで、これはそのままここへ来ると。で、こっちはそのままと。そしてこっちはそのままかというと、今 V の C に注目しているので、ここは変換してはいけないということです。で、このコンデンサーが最初充電されてなければ、もうこれだけでおしまいで、直列回路なんで、電圧を S で表したものを、インピーダンスの直列を S で表したもので割って、回路電流が求まったんで、回路電流にこのインピーダンスをかけてやると、この電圧交換がわかるというものであります。で、もしこれが初期に充電されとったとすると、逆方向の記念力として働くので、さっきのこれの時に、これとこれは向きが逆になるので、引いてやっておいて、ここは一緒で、これがこれに変わってきて、初期値がこの電圧ですので、この初期値から電流が流れたことによる電位の変化を与えるというふうにするわけでありますと。これはミルマンの定理で電流源をアドミッタンスの輪でやったやつがコンデンサの電圧、並列回路の電圧になってというので、一発で解けるよと。それからもしこれが充電されたときはどうするかというと、ここに入れておくといいよということであります。
それで具体的に、値を代入して、ちょっとここで解いています。ここで超スペシャルテクニックを使ってます。このとこです。何かというと、V の C の括弧して0を0ボルトとか言って定義書すると、この0は引数なので、そもそもここにコロンを打っても、点々イコールの、これが打たないということですね。つまり、ここはあくまでも変数、0でなしに変数で定義して、定義した後にそれが0の時はいくつかっていうふうに計算することなんで、これができないというんで、この見た目を作るために C の括弧 C0 という下付き文字にすると、これ全体が変数名になると。で、この下付き文字のところは、チップスの65のところの、この下付き文字のところのこの括弧とこの0をうまく使うと。この括弧とこの0をうまく使ってもなかなか編集しにくいんですけども、一旦作ったやつをコピーして、この検索でペーストしてやって、ここのテキストにしたやつを編集すると編集できるので、編集し終わったら、数式領域というのを適当にやって、この編集し終わった、この編集し終わったやつをコントロール C して、コントロール V してやると。で、これがうまく、適当やつだとすると、多分、あとはもうこれをコントロール C して、コントロール V としてやれば、どこへでも一つの変数名として、使えるということになるんで、ここで使ってるわけです。で、さっきのルークを教えてくれたパターンの代入、初期値を代入しがてらギャブラバスで解いた答えと、こっちの方は、さっき上の方にあった初期電荷による電位と、V インとこれが可動電子症で配ってくるやつを全部出して、たった1個の式でまとめた答えと。で、答えが求まったので、コンデンサの電流は dTD Q イコール CV の関係から求まって、そうすると、こういうふうに答えが出るという感じです。せっかくさっき、これやってるので、初期電圧が0なら、0から5V に向かって充電するだけ。で、5A から放電、充電し終わったという感じだ。で、もしこれが1やったら、1から始まって、こっちは残りの4が下がると。これが 2V に充電されとったら、2から5へ行って、残りの 5V との差である 3A、つまり 3V R1 で割ったやつから、E のマイナスター分の T で減衰してくるというパターンで、仮にこの電圧が 3V だったらこう来て、5V に充電されとったら全く変化を行わず、逆に過充電であったら、元の 5V に戻ってこうとして、何らかの理由でマイナスであったら、より急速に、最終値の V インまで充電しようという、そういう感じになります。ちなみに元々の質問は、このラプラス変換を完成するにはどうすればいいかというので、答えは、ここの部分にあるラプラス変換の部分を変数名として代入してやって、その変数名について解いた後に逆ラプラス変換すると、T 図領域の答えが解けるというものであります。はい、以上です。